次が大事で、ここがね、みんなできない。アーモンド形状の目にするんだったら、ここを低くしなきゃいけない。どういうことかというと、ここは OK だけど、ここをね、はい、お疲れ様です。西田麻也の北川です。今回もですね、YouTube のコミュニティ機能、これを使ってね、投稿してくれた視聴者さんの作品をね、添削していきたいと思います。今回ね、添削するのはあこさん。ありがとうございます。はい。先日の技術アップ集中講座で作ったベースに植毛しましたっていうところでね、はい。すごいいい作品できてますね。めちゃくちゃいいですよ。すごくいい出来だと思います。はい。でね、植毛とかもすごい根毛の仕方、配色の仕方も綺麗だし、植毛の感じもいい感じなんだけども、一番いいのは、顔の大きさに対して目の大きさがしっかり大きく作れてる。これがね、すごくいいことです。結構みんなやっぱり僕もそうなんだけども、作ってると結構目がちっちゃくなっちゃったり、まあ奥まっちゃったりすることもあるし、でもこんだけね、しっかり大きめの目でバランス取れてるので、すごくいいです。で、横から見たらわかるように、これだけね、眼球がしっかりこう前にしっかり出てるっていうのはね、すごくいいことですね。はい。で、もちろんね、これからね、もっとこうした方がすごいリアルになっていくよっていうことはね、たくさんあるので、そこのね、解説をね、ちょっとね、していきたいと思います。はい、それじゃね、作品の添削を始めていきたいと思います。今この画面に出てるのは、全く同じ状態、今の作品の状態です。これをね、今このままの状態と、これから僕が今いろいろ書き足していって、こんな風にやっていったらもっとリアルになってくるよっていうね、話をしていきたいと思います。まずね、僕が作品作るときにすごく気をつけてることがあって、僕はね、うちのコーダーをやってるわけだから、当然モデルの子がいるわけね。で、モデルの子に似せるために、一番最初に何を気をつけるかって言ったらね、まずね、このね、輪郭なの、輪郭。顔の形。まあ耳も含めてなんだけども、この全体的なフォルムをまず一番最初に大事にします。でね、まずここで話をしておくと、例えばいろんな猫がいるけれども、こうやって猫の写真ね、いろいろ見てほしいし、モデルの子いたらモデルの子を見てほしいんだけども、この、体型によって若干違うんだけども、この猫の顔、輪郭の形を見たときに、どうだろう、どこが一番出っ張ってるか、どういう形をしてるかっていうのを見た方がいい。そうだな。例えばこんな感じで、ペンで書いたりすると、こんな感じで、どうだろう、一番この横幅のある部分っていうのはどの辺かなって見たら、大体さ、ほら、こう、目の横っていうか、この辺だよね。頬骨のあたりっていうか、この辺のラインが一番飛び出てる。飛び出てるか横幅が大きいよね。っていう風に僕は見るようにしてます。っていう観点で見てあげるとどうだろう。作品の方は今、どこが一番太くなっているだろうっていうところをね、見てください。今作品で言ったらここだよね、ここ。このほっぺ付近がすごい膨らんじゃってる。でも、猫らしいシルエット、今2匹の猫を見てもらったように、どちらかというとこの辺がこういう風に膨らんだ方が、どうだろう、これだけでもちょっともうね、すごい猫らしいっていうかね、もうちょっとこうリアル感が増すような感じがするでしょ。っていう風に、結構このね、フォルム、この顔の全体の形っていうのをしっかり抑えるのが大事です。まずそれが一つね、話。じゃあ次に何が大事になってくるかっていうと、結構ね、みんなやりがちなんだけども、でもこの作品は比較的いいんだけども、次に僕が気をつけるのは、目の大きさと鼻の大きさ。でね、これもね、猫の写真を見てほしいんだけど、でも、これはね、ちょっと一概には言えない。個体差があるから。で、何を見てほしいかっていうと、鼻の大きさと目の大きさを比べてほしいのね。どうだろう。鼻の方がちっちゃいよね。目より明らかに。で、今作品はっていうと、もちろん鼻の方が小さく作れてるんだけど、でもね、こうやって比べると、実はあまりその差がないように見えちゃう。
だからもう一回り小さくしてあげると、より猫らしくなる。ちょっとね、簡単に描いてみると、この鼻の部分を、そうだな、もう一回り、二回りぐらいちっちゃくしてあげると、まあ顔も可愛らしくなるんだけれども、ちょっとこんな感じで、より猫らしくなる。で、さっき言ったように、この輪郭の膨らんでる、張り出してる部分っていうかな、ここをしっかりしてあげると、だいぶ顔の印象変わるよね。で、次に気をつけなきゃいけないのが、例えば修正して鼻をちっちゃくしたときに、ただ鼻をちっちゃくしちゃうと、こういう風にね、鼻の下がすごい長くなっちゃうの。だから、鼻を小さくしたりとかっていう風に修正した場合っていうのは、例えばここで鼻を小さくしてあげると、鼻下が長くなりすぎないように、ここもちょっとね、口元のサイズ感も少し変わってきます。で、髭袋はね、しっかり作れてるし、この辺はすごい上手だね。で、頬骨もしっかりできてるし。でも、ここのね、この頬骨の、なんていうかな。この感じ、ここのちょっとこけてる部分っていうかな。ここの、段差っていうか凹凸をしっかりと表現してあげると、より猫らしく、リアルな感じが出せます。ここね、ここを少し段差をつけてあげるっていうか。こんな感じ。で、最後にね、もう一つ言っておくと、これはね、結構難しいし、細かい話なんだけども、目の形、みんななかなか苦手なんだよね。で、みんなやりがちなのがね、こっち側、上まぶたをね、すごい開いちゃうの。でもこの作品はよくできてる。結構ね、ありがちなのが、例えば、こういうふうに黒目があるんだけれども、それよりも、こんな感じで、目が見開いちゃってる感じ。この黒目の上のこの、なんていうかな、目玉の色がこういうふうに出るぐらい、クリクリの目を作る人多いんだけれども、そうではなくて、今この作品でやってるように、やっぱり上まぶたっていうのは、こういうふうに黒目にかかるようにしてあげる。するとすごい、上手なっていうか、綺麗なアーモンド形状の目を作ることができます。で、結構頑張ってんだけど、もうちょっとね、惜しくて、どうしなきゃいけないかっていうと、ここのね、被せ方は OK。ここはね、OK なんだけど、こっから先、ここがちょっと出過ぎだから、まだね、もうちょっと被せといてあげていい。ここ少し。もうちょっとここを被せといてあげると、結構ね、表情が変わる。こんな感じ。ここね、ここ。この辺をもう少し被るようにしてあげること。と、次が大事で、ここがね、みんなできない。この下まぶたの一番なんていうかな、今低くなってるとこどこかわかりますこれ。ここがね、一番低い。こっちの目で言ったらここ。ここが低いんだけども、アーモンド形状の目にするんだったら、これはね、モデルの子によるからね、一概には言えないけど、アーモンド形状の目にするんだったら、ここを低くしなきゃいけない。どういうことかというと、ここは OK だけど、ここをね、ここをもっと下げてあげる。この子で言ったら、ここをもう少し緑色のこの目が見えるように、少し開いてあげる。みんな結構これができないので、ここをできるようになるだけでかなり変わります。こんな目の作り方というかな、をしてみる。ここは OK だから、もう少しだけここかぶせといてあげる。で、下まぶたは、ここを低くしてあげる。こういう感じだね。ちょっと今極端に書いちゃってるけれども、ここは OK。ここをもう少しだけ我慢してかぶせてあげる。で、ここを低くね、してあげるとすごいいい感じのアーモンド形状の目になります。あとは鼻筋がね、今ね、どちらかというとまっすぐ、こういう感じだから、
ここに少しね、凹凸をね、つけてあげる感じ。このイメージはね、そうだな。これ見たらわかるかな。このイメージ、ここ、ちょっとへこんでるのわかる？ここが低くなってる。この鼻筋より。ここね、目の際。これを表現してあげると、すごい雰囲気が変わって、なので、ここをね、ちょっとね、低くしてやるような処置をしてあげると、かなり顔がね、変わってきます。どうだろう？こんな感じで。で、それをもっとね、イメージしやすく直したものがね、こちらです。はい。こんな感じ。イメージとしては。顔の輪郭の一番ね、出っ張るところを変えて、ちょっとね、この頬周り、顎にかけてのラインをもう少し見えるようにしてね、この頬骨、それから髭袋までしっかり見せる。で、これ鼻筋を作ってんだけども、言った通り、ここね、へこめる、あと、目の形をね、変えると。これだけでも相当リアルさ増すよね。で、こうやって写真とか画像で加工して説明してもらえると、あ、こういう風に直したら、こういう風になるんだって、未来が明確にわかるじゃない。だからすごい修正しやすいと思うので、ぜひね、ちょっとこのイメージを持ってね、修正してみると、さらにいい作品になるんじゃないかなと思います。はい。そんなところでね、もしね、ちょっとね、時間があればね、ちょっとね、いじってみるとね、すごい良くなると思います。はい。今回のね、添削は以上です。はい。こんな感じでね、皆さんがね、YouTube のコミュニティ機能の方でコメントとか写真を送ってくれたら僕がね、こんな感じで添削をしますので、ぜひね、どんどん写真とか質問をね、送ってください。で、コミュニティ機能ってね、知らない人もいると思うんだけれども、どうやってやるかっていうと、これ YouTube の僕のページなんだけども、そのね、ページに飛んでもらうと、コミュニティにアクセスってあるので、ここに飛んでください。するとね、ここで、インスタとか X みたいな感じで、コメントも投稿できるし、写真とかもね、投稿できちゃいます。なのでね、ここにね、普段こうやってるんだけどうまくいかないけどどうしたらいいだろうとか、そういう質問と作品の写真をね、必ず1点っていうかな、この正面横、あと他の角度もね、映してくれたりとか、いろいろね、こうやって送ってくれると、僕がね、今みたいな感じで添削したり、アドバイスになるようなことをね、伝えればなと思ってます。はい。ぜひぜひ、こんな機会ね、なかなかないと思うので、僕もね、これいつまで続けれるかわからないけど、でもこうやって、視聴者のみんなと一緒にYouTube を通して、ほんと教室をやっていくような感じで、いろいろね、みんなが参加できるような YouTube にしていけたらいいなと思うので、ね、どんどん参加してください。そして、海外で見てくれてる人、もうね、僕の教室入りたいって言ってくれる人、もうありがたいことに多いんだけれども、なかなかね、僕の方でちょっとまだそこまで対応できないので、せめてね、対応できるようになるまで、この機能を使って、皆さんの作品もね、海外からの作品もね、添削したいと思うので、コメントとかは、ご自身の国の言葉で構いません。僕の方でね、チャット GPT 使ってね、翻訳したりするから、もう皆さんはそれぞれ自分の国の言葉で構わないので、コメント書いてもらって作品の写真貼り付けてね、送ってください。はい。というわけでね、今回の動画はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けてリアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。